腰痛くなったことあります。腰が痛いだけですね。ここ最近はぎっくり腰かな。立ったり座ったりとか、そういう時に腰痛。腰はね、たまにね、庭仕事をするとすごい、だから冬がこう今取るのにもうすごい痛いですよ。皆さんの悩みの種、それが腰痛。厚生労働省の国民生活基礎調査によると、男女ともに多くの人が腰痛に悩まされています。今回のシニアの味方では、腰痛の意外な事実、新常識に迫ります。はい、VTR にもありましたが、こちらの調査結果を見ましても、男性女性ともに多くの人が腰痛に悩まされているのが分かります。ヒロさんと川野さんは腰痛はお持ちですか？あります。まあ僕は克服したって言っていいのかな。高校生の時に椎間板ヘルニアで2週間ね、入院ですね。僕は割とずっとありますね。今でもそうです。慢性的な腰痛を川野さんはお持ちということ。ちょっと痺れたりするでしょ、たまに足。そうですね。でも重い感じ。体全体じゃなくて腰が重いって話なんですけど。ね、腰に負担もね大きくなっていると思いますけれども、そんな腰痛の新常識、そして驚きの解消法を解決していただきます。腰痛のスペシャリストをお呼びしているんです。腰痛治療の新常識。腰痛借金の著者でさまざまなメディアで活躍中の東京大学医学部附属病院特任教授で医学博士の松平浩先生です。よろしくお願いいたします。どうもよろしくお願いします。お願いいたします。さあ、多くの人が自覚を持っている腰痛はなぜ起きるんでしょうか。まずこちらです。はい、こちらご覧いただきたいんです。いきなりちょっと腰痛借金っていう言葉が借金ってなんかお金の負債っていうイメージがあると思うんですけど、なんとなく腰痛って言ったらこういう猫背とか、こういう時になんか負担かかって悪そうだなっていうイメージがそこでなんか体の中で起こっていることを私腰痛借金っていう言葉を使って表現してて、それが積み重なると腰痛が起こってしまう。ちょっと借金にいくつか種類があるんですけどね。皆さんを苦しめているこの腰痛借金の返済方法を今日は紹介していくんです。まずなぜ腰痛借金が膨れ上がるのか、ポイントを見ていきましょう。まず一つ目、背骨にたまる腰痛借金。これはどういうことですか？はい、まずちょっと借金の説明する前に解剖って言いましてですね、皆さんの腰骨がどうなってるかっていうのをちょっと理解いただきたいんですけど、私横から見ていったら横からですね。そうですね。骨盤の上が腰骨なんですけど、そこを横から見てるのがこの絵で、腰骨って5、4、3、2、1って5つあるんですけどね、一番負担かかるのはこの5番、4番ってこのぐらいの骨盤の位置ぐらいの骨なんで、骨と骨の間がよくクッションの役割をするっていう椎間板っていうものがありまして、そこの割り切りはこれなんですけども、椎間板ってちょっと硬い組織と中にそのクッションの役割をするゼリーみたいなものがございます。で、それをなんか今回番組の方でこんな模型を作っていただきました。さっき言った骨盤の上の4番5番っていうのがこれで、これが椎間板。そうですね。バランスがいい、借金がない状態ですね。それがちょっと猫背とか不良姿勢が続くとちょっとこういうイメージになってきて、こちら側に神経がいるんですけど、これでギチギチってここにひびが入ったようなのがやっちゃったっていうぎっくり腰で、それがもっといっちゃって中のそのクッションの部分、ゼリーがですね外になだれ込むと、さっき入院されたっておっしゃったですね、いわゆるここに神経がいるので神経痛が出るんですけど、これが借金の成り果ての事件みたいな。もちろんこうなってもですね回復はするんですけど、これすごく痛いので、こう事故が起こらないようにどういう対策ができるかっていう話をちょっと今日途中からしていきますけどもね。これがまず背骨にたまる腰痛借金でした。そしてポイントの2つ目はこちらです。筋にたまる腰痛借金。はい、近い話なんですけど、だんだん少しご高齢になるとですね、時々こういう猫背でこういうふうな不良姿勢になってくると、こうなるとですね背中の筋肉がすごくいつも緊張して収縮してしまって、そこの血流も悪くなって痛みの物質も出るっていうことが分かっているので、そういうのをちょっと筋肉の借金という表現させていただいています。この状態が続くと疲労がたまって、腰痛借金もたまっていく。こちらにも負担がかかるってことも分かってるんですけど、ちょっと筋肉の血流も悪くなる。金の借金ならね、金がたまる借金でも変だけど、筋肉の筋にたまるってのもすごいね。ややこしい。ややこしいですか。そうなんです。そしてポイントが3つあるんですが、3つ目はヒロさん、川野さん、何だと思いますか？筋でしょ。背骨と骨と筋です。骨と筋でしょ。あと何があるの？
何？答えが出なさそうですね。行きましょうか。3つ目の意外なポイント、こちらなんです。ストレスでたまる腰痛借金、というのもあるんですね。そうなんです。この心理的ストレスっていうのが最近腰痛が逆に長引く原因にはですね、こちらの方が上のよりもですね結構効いてるっていう話もあって、よくちょっと仕事をしてる間とかですね、ちょっと仕事に不満足だとか、ちょっと鬱陶しい上司がいるとですね、腰痛が治りづらいって話もよく聞くんですけども、それがまずじゃあ心理的ストレスになるわけですね。あとはまあ腰痛が怖くてこの腰痛になったらどうしようっていう不安もストレスになるんですけど、そうするとですね脳のですね物質の伝達が悪くなって、脳機能が不具合を起こしていろんなその心身のいわゆる自律神経失調みたいな症状が出たりするんですね。でそうするとなんか自分の体調に対する不安だとか、なんか体を動かさない方がいいっていうそのネガティブな方向に行ってしまって体を動かさなくなるんですね。動かさなくなるとその筋肉の血流も悪くなってかえってその痛み物質が出て、でそうするとまたそれがまた心理的なストレスになってっていう悪循環に。そんなの整骨院とか行って絶対治んないじゃないですか。ここ痛いんですって言ってここばっかり治療したって根本的なストレスが会社にあったら絶対見つからないです。そうですね。まあちょっとやっぱ木を見て森を見ずってるんですけど、やっぱね医者側もそうなんですけど、やっぱりこっちばっかり見てると患者さんの原因がわからないってこともあるんで、最近は随分こちらのことも重要だってことがいろいろ世界的にも分かってきて、だんだんこういうことも一般の方にも伝わるようにはなってきてるんです。はい。となると解消法が気になりますよね、皆さん。街の皆さんはまずどうしているのか、腰痛になった時の対処法をまず聞いてきました。すぐもうコルセットを作ってビシッとそれはね6ヶ月してました。ね、やっぱ体横にしてるのが楽ですね。動かないあんまり。仕事してるんですけどもベルトして仕事してる。動かない方がいいんですね、やっぱり安静っていうか。はい、街の皆さんもコルセットをしたりなるべく動かないという話がありましたが、ヒロさんと川野さんはどういう対処法でしたか？僕はね本当高校生の若い時だったんで、遊びに関してはやっぱり遠慮なく遊ばしてもらってで大体その後もう片方の足の神経がやっぱどうしてもこうピリピリくるんだね。痛みがひどくて、コルセットももちろんしましたけど、そうなるとやっぱり動かないっていう感じかな。僕もう動かないのが一番って言われたんで、ひたすら動けないもんね、痛くなるとね。もう本当無理ですね、ぎっくりになったら。さあ実際のところどうなんでしょうか。意外な事実がありまして、コルセットの依存に要注意、そして安静にしすぎが衰えになると。そうなんですね。多分広瀬さんが入院された時代はですね、もうあの頃はもう腰痛って言ったら安静っていう時代だったんで、それはしょうがないと思うんですね。あとぎっくり腰になったら2日ぐらいまではいいだろうって話になったんですけど、もう3日4日以上のぎっくり腰になっても安静は逆に逆効果というか、動けないじゃないですか、痛くて。でもそれがだんだんで痛みの範囲で動いていった方がいろんな結果がいいよっていうのがいろんな研究で分かって。3日目からですか？もう3日目からです。はい。そこのいろいろ対応の仕方があるんですけど。先生体育会なんじゃないですか？はい。いや違う。ノリは体育会なんでしょ？最新の情報。いろんな研究で分かってる。であとコルセットをした方が腰痛の予防になるとか治療になるっていうですね医学的根拠はほとんどないんですね。僕伝統芸能って呼んでるんですけども。伝統芸能。はい。ただご高齢者でですねちょっと骨折を起こしちゃった1ヶ月ぐらいはですねそれはしっかり骨折してもらったんですよ。ただほとんどの腰痛はコルセットしてもぎっくりの2日ぐらいまでがちょっと調子悪い時に1日ぐらいするんですかね。基本的に依存して1ヶ月し続けてると腰を守るですね大事な筋肉が衰えてしまうことも分かっているんですね。さらに腰痛を改善するには姿勢を良くする必要があるなんてこと川野さんよく聞きますよね。僕はねこの猫背ね豚背とも人から言われるんですけどもこれのせいだって言われるんですけど、さあどうなんでしょうか。こちらなんですね。悪い姿勢でも大丈夫なんですね。本当ですか？それは姿勢はねいいに越したことないんです。やっぱりいい姿勢の方が心身とも健康になるし若く見えるしですね。やっぱり姿勢を良くする練習っていうのはまず僕は1分から始めてくださいって言ってるんですけど、だから日常皆さんお忙しい生活でですね姿勢をずっと保ったりですね。でゴルフしたりとかあと足組んだりとかって癖ってなかなか治らないので、だから悪い姿勢でも
これだけやっといてもらえば借金返せますという体操をですねいくつか提案させていただいて、一気に気楽になりますよね。はい。別に悪い姿勢を肯定してるわけじゃないですけど、まあ悪い姿勢でも大丈夫ということです。はい。そこで先生がおすすめするのがこちらです。これだけ体操。これだけそういいね。まあこの辺の腰痛の借金対策の第一のやってってるんで、VTR ご覧ください。はい。まず足を肩幅よりやや広く平行に開きリラックスして立ちます。両手を腰ではなくベルトをする位置より下、お尻に当てます。指は下向きに揃えましょう。息を吐きながら上体をゆっくり後ろに反らし3秒キープして元に戻します。上体を反らすとき、膝を曲げないこと、顎を引くこと、腰を曲げるというより骨盤を前に押し出すようにすることがポイントです。腰痛の治療には1日10回、予防には1、2回で OK です。さらに3日に1度、これだけ体操を横バージョンもすると効果的です。まず足元が滑らない場所で手のひらから肘まで肩の高さの位置で壁につけます。両足を最初の位置から2倍ほど離れた位置に移動し、腰に手を当てます。息を吐きながら痛みを我慢できるところまでゆっくりと真横に押し曲げ5秒間キープします。指の向きは横向きに置き、骨盤を横へ押し込むようにしましょう。さあでは実際にやってみましょう。ちょっと正しいフォームっていうのがあるので、まず足はですね肩幅ちょっとで平行に、ちょっとガニ股になっちゃうところになるべく平行にしてですね、足先をまっすぐ、前半でこのウエストラインに借金がたまりやすいので、そこをリセットするの手はですねベルトのラインから下に向けてなるべく小指を揃えて、肩が悪い人はちょっと気をつけていただきたい。そうすると肩甲骨が寄って上の姿勢も整うんですね。胸を開いていただいて、この段階でもこの鎖骨のあたり、あと肩のあたりがすごい開いてます。上の猫背も解消しちゃおうっていうことですけど、で手のこの辺でですね骨盤をぐーっと前に押し込むと、腰を反らせるというよりも骨盤を前にですね、ヒロさん上手ですね。ちょっとこれ見せられた。で、それぐっと前に押し込むっていうイメージですね。で、その時に注意が膝が曲がっちゃうことが多いので、膝をなるべく突っ張ったまま腰を前に入れるっていうイメージですね。そして顎も引いた状態がいい。顎引いた状態。首上げちゃうとまた首からの神経痛が出てしまう。川野君普通に立ってるように見えるね。僕めちゃくちゃやってます。どういうことこれ？どうですか？先生。お二人ともすごい上手だと思います。ちょっと膝はもうちょっと突っ張った感じで広さんはいいかもしれません。そうですね。もうこういうふうに折れないで、もうこのここを伸びてるっていう。でもこれ気持ちいい気持ちいい。で少しお仕事で猫背でやったら1、2時間経ったらまず1回だけしっかりやってですね、ここなんかじわっと感じが出るんです。ただお尻からですね太ももに痛みしびれが出る方がご高齢者がちょっと腰部脊柱管狭窄症っていう病気なんですけど増えてくるんで、もしこれやってビビって響いてしまったらちょっと整形外科の先生にご相談いただければ。それはやめた方がいいですね。そのままもうやめてください。はい。そしてさらにこちらの運動も加えると背骨を支える筋力のアップになるんです。ご覧ください。仰向けに寝て軽く足を開き膝を立てます。その状態のままゆっくり腰を浮かせます。腰を浮かせた状態で片方の足をもう一方の膝の上に乗せ10秒から30秒キープします。乗せた足のくるぶしで膝を押すイメージがポイントです。左右のバランスを整えるため反対の足でも同じことを繰り返しましょう。はい、ということなんですが、はい、さっきコアマッスルって出てたと思うんですけど、コアマッスルって表面のムキムキの筋肉じゃなくて、さっき言った骨と骨を奥の方でつないでる筋肉ってことなんですね。それを刺激するメニューがいくつかあるんですけど、今日はちょっとああいうメニューをですね紹介させていただいたんですけど、はい、どちらも気軽にできるんです。では改めて今日まとめていきましょう。
多少痛くても動かそうということですね。はい、前半のここをちょっと振り返っていただきたいんですけど、はい、その痛いとですね不活動になってそれがまた痛みの過敏でストレスにつながるってことが分かってですね、で特にご高齢の方動かないとですね将来のいろんな病気につながることが分かっているので、今なるべく、姿勢よくですね早歩きしていただくといろんな健康に認知症、がんの予防、健康長寿につながるってこともあっているので、腰痛対策としても重要なんですけど、多少痛くてもいろいろ早歩きして動いていただくってことがいろいろ健康につながるかなと思っているので、やっぱ甘やかしちゃダメなんですね。まずはこれを1個覚えてもらって、あとは怖がらず動いていただくのがいいかなというふうに、ちょっと今日ストレス対策は言わさせていただきませんけど、動くことが重要かなと思っております。またなんかちょっと少し残しておいて次回来ようっていう魂胆でしょ。いやまたお越しいただければ非常に嬉しく思いますしね。ちょうどね、運動不足の方にもいいですよね。そうですね。はい。たまりにたまった腰痛の借金は動かして返済をしていきましょう。松平先生にお越しいただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。